どうも、こんばんは。お布団の中に入っても頭が休まらなかったりするよね。みんなは今日どんな一日だった？複雑な人間関係に悩まされてため息ばっかりついてない？ちょっと聞いてほしい話があるんだけど、私、高校時代からずっと仲がいいはずの3人グループがあるのね。学生時代はよく3人で遊びに行くことが多かったの。社会人になってからは、みんな職業がバラバラだから予定合わせるのが大変なんだけど、3人で集まってカフェに行ったり、テーマパークに行ったりするのが毎回楽しみだった。でもさ、いざ集まると私の心にはいつもトゲが刺さるようなチクッとした痛みを感じるのね。その理由は、必ず2対1になって私が1側にされるから。例えばカフェやレストランに入った時、3人だとだいたい4人掛けのテーブル席に案内されるじゃない？よくある奥側がソファー席になっていて、手前側は椅子2脚になっているタイプの席。お店に入るとその2人は何の迷いもなく当たり前のように奥側のソファー席に並んで座るのね。で、私は自動的に手前の椅子席にポツンと一人で座ることになるの。この時点で物理的な距離ができて、2対1の構図が完成しちゃうわけ。さらに切ないのが席についてからの会話。二人にしかわからないような内輪ネタで盛り上がり始めるのね。私も置いてけぼりにならないように、その話私にも教えてってそれとなく会話に入ろうとするんだけど、一瞬だけ説明して、またすぐに二人の世界に戻っちゃうの。私、こういう見えない空気感を人より多く受け取っちゃうからさ、自分が余り物の一人にされてるなって気づいちゃうんだよね。楽しそうな二人の声を聞きながら、私がここにいなくても誰も困らないよねって思って、自分が透明人間になっていくような気がするの。私の気にしすぎなのかなとか、距離を置くべきなのかなって思って、頭の中で同じ答え合わせを何百回も繰り返しちゃうのね。そんなことがあまりにも毎回続くから、私がソファー席に座ったらどうなるんだろうと思って、ある時、ちょっとした実験をしてみたの。お店に入った瞬間、私があえて真っ先に奥のソファー席に座ってみたのね。ソファー席はもう一人分空いてるから、二人はどうするのかなって様子を見てたの。そしたらさ、あうんの呼吸で何のアイコンタクトもなしに、手前側の一席に二人で並んで座って、いつものように内輪ネタを話し始めたの。いや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 。いつもは何が何でも快適なソファー席に座りたがるよね。そんなに私の隣に座るのが嫌なの？完全に私のこと雑に扱ってるよね。でも本当にもやっとするのは、その二人とそれぞれ個別で会うときは、大切な友達として接してくれるってこと。懐かしい話で盛り上がったり、仕事の悩みとかのディープな話もできたりするから、余計に3人で集まった時のギャップがしんどいの。1対1の時はどれだけ親切でも、3人で集まった時に私を透明人間扱いして、内輪ネタで盛り上がるなんて、私はあんたたちの会話に相槌を打つためだけに、わざわざ時間作ってここまで来たわけじゃないから、人を置いてけぼりにして楽しむ全3人グループに、この場を借りて私からの本当の親身なアドバイスを送りたいと思います。3人の時間を楽しむ気がないなら、安易に人を巻き込まない方がいいよ。ごめん。ちょっと言い過ぎちゃった？でも、あんたたちが無邪気に楽しんでいるその裏で、
静かに傷ついてる友達がいるってことは忘れないで。今日の話に共感してくれた方は、ぜひ高評価ボタンを押して応援してもらえると嬉しいな。もしみんなの周りにもこういう3人になると急に雑に扱ってくるやつがいたら、私に原因があるのかなって悩まずに、自分の時間をもっと大切なことに使ってみよう。じゃあ私はそろそろ自分の心の治安を維持するためにお布団へ飛び込みます。それじゃあおやすみなさい。